もう3日徹夜してるのだ。今度こそずんだ鏡を布教するのだ。ずんだ鏡の経典と一緒にずんだもんフィギュアをおまけで配るのだ。よし、ずんだもんフィギュアの 3D モデルはこれでいいか。そういえば 3D プリンターに電源入れるの久しぶりだな。ちゃんと電源入るかな。よし、電源は入ったな。ちゃんと動いてる。あれ、止まった。なんか赤く点滅してるぞ。動かなくなった。壊れたんかな。どれどれ。エラーか。カスタマーサービスに問い合わせるのめんどくさい。喋るの得意な人いないかな。いたわ。呼び出すか。なんで呼び出されたの？ずんだもん、顔色悪いけど大丈夫なの？それがカクカクしかじかで。いや、誰もそんな宗教入りたくないわよ。無職転生ではちゃんと布教できていたのだ。デッドエンドして転生しなさい。おお、メタンはちゃんとこのネタについてこれるのか。いいから早く寝ろ。3D プリンタは見といてあげるから。はい、ということでこの原因を解説します。この現象ですが CR タッチのプローブを指で押さえてオートレベリングをやってみると再現できます。単純に言えば CR タッチのプローブが固着して伸ばしたり引っ込めたりすることができなくなった時に発生します。ということで簡単に治りますので見てみましょう。プローブをピンセットとか指で引っ張ったり戻したりして固着したプローブを動かすだけで治ります。カスタマーサービスに連絡する前に試してみてください。プローブを清掃したいところですが、せいぜいアルコールを浸した布とかで拭くぐらいしかできません。ウプ主は中を開けようとして回路基板ごと破壊したことがあります。あまり余計なことはしない方がいいですね。ということでこれで一時的に治りますが、結構再発するので面倒です。ウプ主はこの 3D プリンタに関しては最初から CR タッチが搭載されているのでそのままにしています。ですが他の 3D プリンタは BL タッチに入れ替えました。 CR タッチと BL タッチの比較を表にしてみました。ウプ主は CR タッチを4個ほど破壊しています。大抵ジャンパワイヤーの接触不良で動きがおかしくなってベッドに衝突させて壊してます。 CR タッチはプローブが頑丈にできている分中の基板へのダメージが大きいです。それに比べ BL タッチはプローブが折れるだけで済みます。 BL タッチのプローブは安く交換できますので折れてもまあいいやで済みます。まあ需要はないかもしれませんがたまたまこの症状が発生したので動画にしてみました。ウプ主の心の叫びですが Amazon の 3D プリンタ関連部品は高すぎます。アリエクスプレスで探しましょう。以上です。死に戻り。一瞬心臓が止まったのだ。